出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。今更聞けない。プラシーボ効果とは。嘘から出た誠。こんにちは、皆さん。今回は、今更聞けない。プラシーボ効果とは、についてお話しします。プラシーボ効果とは、医療の分野でよく使われる言葉ですが、実際には私たちの日常生活にも関係しています。今回はそのプラシーボ効果について詳しく解説していきます。プラシーボ効果の定義。まずはプラシーボ効果の定義からお話ししましょう。プラシーボ効果とは医薬品や治療法などの効果が実際には治療成分自体ではなく偽薬や偽治療といった実際には何も効果のないものによって生じる現象のことを指します。つまり、ただの砂糖の錠剤でも患者が治療効果を期待している場合、その期待に応えて症状が改善することがあるということです。プラシーボ効果の例。プラシーボ効果の例をいくつかご紹介します。例えば、風邪をひいた時に市販の風邪薬を飲んで症状が改善するのは薬剤の効果だけでなく、その薬剤に対する期待や信頼感から生じるプラシーボ効果もあると言われています。また、ある研究では、偽のアルコールを飲まされた被験者が、実際にアルコールを飲んだと思って酔っ払ったり、アルコールが入っていると思って、自分の運転能力が低下していると思い込んだりすることがあるという結果が出ています。プラシーボ効果のメカニズム。プラシーボ効果が生じるメカニズムについても解説します。プラシーボ効果は、私たちの心と身体が密接につながっていることによって生じます。脳内では、プラシーボ効果が期待される治療法や薬剤を受け取ると、脳が自然治癒力を高め、症状を改善するように働きます。これは、脳内のオピオイドやドーパミンなどの神経伝達物質がプラシーボ効果によって放出されるためです。また、プラシーボ効果は患者の気持ちや信頼感にも関係しています。医師や薬剤師などの信頼できる専門家から治療法や薬剤について十分な説明を受けることで、患者は治療に対する信頼感を高め、プラシーボ効果が生じる可能性が高くなります。プラシーボ効果の調査方法。次に、プラシーボ効果の調査方法についてお話ししましょう。プラシーボ効果を調べるためには、実験グループとコントロールグループを設定し、実験グループには実際の治療法や薬剤、コントロールグループには偽の治療法や偽薬剤、プラシーボ薬を投与し、両グループの治療効果の差を調べる方法があります。また、脳画像などの生体計測器を用いて、プラシーボ効果が脳内のどの領域で生じているかを調べる方法もあります。プラシーボ効果と嘘から出た誠との関係。嘘から出た誠とは、信じ込むことで現実が変わってしまう現象を指します。例えば、ある人が自分にとってのラッキーアイテムを持っていると信じ込み、それを持ち歩くことで幸運が訪れると感じることがあるでしょう。この場合、実際にそのアイテムには特別な力はないにもかかわらず、信念によって現実が変わってしまっているわけです。一方、プラシーボ効果は、偽の治療法や薬剤を投与した場合に、その治療法や薬剤が実際に効果を持つかのような効果が得られることを指します。これは、患者の信頼感や期待感が高まることで、脳内の神経伝達物質が放出され、実際の治療と同様の効果が得られるためです。つまり、両者は
信念や期待が現実を変える力を持っていることを示唆しており、信念によって現実が変わってしまうことがあるという点で共通しています。ただし、プラシーボ効果は医療の分野で用いられることが多く、患者の治療法に対する信頼感を高めることで、治療効果を増大させるために利用されることがあります。一方で、嘘から出た誠は、個人的な信念や迷信によって現実を変えることがあるため、科学的な立場からは批判されることがあります。プラシーボ効果とプラセボ効果との違いは何ですか？プラシーボ効果とプラセボ効果は同じ意味を持ちます。ただし、語源が異なるため、使われる場面や文脈によっては、どちらかがより適切な言葉とされることがあります。プラシーボ効果は、ラテン語のプレーサー、喜ばせるから派生した言葉で、医療分野での使用が一般的です。医療現場においては、疾患の治療において実際に効果のある治療法と同等の効果を示す、偽薬、プラシーボスを投与することによって、病状の改善が見られることがあります。このような偽薬の効果のことを、プラシーボ効果と呼びます。一方、プラセボ効果は、英語のプラシーボエフェクトから来ており、一般的には医療分野以外の分野で使われることが多いです。例えば、商品の効果を誇大広告することで、消費者がその商品を購入した後に、実際の効果よりも高い満足感を得ることがある場合があります。このような効果をプラセボ効果と呼びます。基本的にはどちらも同じ意味を持ちますが、文脈によってはどちらかが適切な言葉とされることがあるため、注意が必要です。プラシーボ効果の問題点。最後に、プラシーボ効果には問題点も存在します。プラシーボ効果によって本来治療が必要な病気や症状を放置してしまうことがあるため、正しい治療法や薬剤を受けることが重要です。また、プラシーボ効果が生じるためには患者の信頼感や期待感が必要であり、これが医師や薬剤師によって患者に与えられる情報の質に依存することも問題点の一つです。まとめ。以上が今更聞けないプラシーボ効果とは嘘から出た誠についての解説でした。プラシーボ効果は医療の分野でよく知られていますが、私たちの日常生活にも関係しています。プラシーボ効果を理解することで、正しい治療法や薬剤の選択や医療の質の向上にいい影響を与えることができます。しかし、プラシーボ効果には問題点もあるため、正しい知識を持ち、適切な治療を受けることが重要です。また、医師や薬剤師などの専門家が患者に対して十分な情報を提供し、患者の信頼感を高めることが、プラシーボ効果を生じさせるためにも必要です。この動画を通して、プラシーボ効果について理解を深め、正しい知識を持つことが自身や周りの人々の健康につながることを伝えることが目的となります。以上、私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。
この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。